ドイツの包丁と和牛刀ですね。長さがやはりこっちの方が長いので一気にズバッと切れますけど、でも切れ味としては日本の牛刀が並んでいますが、上が和包丁の牛刀、下がドイツ製の牛刀です。この日本の牛刀どちらが切れ味が鋭いかを実際の牛肉を切って比較してみたいと思います。その前に包丁の説明ですが、これは和包丁で、これ両刃の牛刀になります。刻印はございません。ただこれは鋼の割り込み層が見えます。もともとは片刃だったんですが、両刃に改造してあります。右利きでも左利きでも使えるようにしてあります。で、こちらも両刃です。これは初めから右利き左利き両方使える両刃です。で、この特にドイツの包丁にはこの刻印がございまして、これアントン・ウイゲンっていう刻印だと、下にはメイドインジャーマンですね。あとこのオセロっていうそういう、商品というか名前の包丁らしいですね、調べたところ。これは世界中のコレクターがもうほとんど知ってる包丁で、今ではもうこの会社ではもう包丁を作ってないらしくて、希少価値はかなり高いと思います。あと包丁の厚みはドイツの牛刀よりもこちらの和牛刀の方が若干厚いです。こちらが実験用の牛肉になります。まずは切れ味を検証するために、このドイツの包丁からどれくらい肉が刺さるのか、45度に斜め45度に傾けて、この上から同じ高さで牛肉を落としてどれくらい切り込みが入るかを試します。いきます。これぐらいの厚みが切り込みが入りました。次に和包丁いきたいと思います。45度に傾けて上から落とします。ほぼ同じぐらいの切れ込みですね。でも和包丁の方がちょっと深く入ってますね。いや、そうでもないか。こうつけがたいですね。では次にサイコロカットに入っていきたいと思います。その前に普通に断面を切っていきます。ドイツの包丁とどちらもほぼ同じ切れ味ですね。もう一度ドイツの包丁と和牛刀ですね。長さがやはりこっちの方が長いので一気にズバッと切れますけど、でも切れ味としてはほぼ変わらないですね。もう一度試します。押しで次横に、今度はドイツ包丁で今度横に行きたいと思います。サイコロカットに行きます。次は包丁です。切り味としてはほぼ変わらないですけど、やはり長さが優位ですから、長い方が一気にズバッと切れますね。あとは右手で切るとどうなるか試してみます。あまり変わらないですね。
右手で切っても左手で切っても切れ味はほぼ変わらないです。もう一度もう少し小さく切るとどうなるか。これはあんまり変わらないですね。肉の切れ味の比較はこれで終了したいと思います。ついでに野菜の切れ味も試していきたいと思います。まずは玉ねぎからドイツ製の包丁でいきます。次に和包丁、ドイツ製の方が入りはいいですね。やはりこれ厚みが厚いので薄い包丁の方が入りがいいですね。もう一度いきます。これドイツです。で次に横に切るのは和包丁で一回横に切ります。して今度はドイツで、やっぱりこれもドイツの方が入りがいいです。野菜はやっぱりドイツの方がこのドイツというか薄い包丁の方がやっぱり野菜の切れ味というか、入り方ですね。刃の入り方がスムーズですね。やはり薄い包丁の方が。分厚い包丁は、野菜はあまり向いてないかもわかんないですね。あと次に人参切ってみたいと思います。まず頭を取って、これを半分で、この半分を乱切りにしたいと思いますね。で乱切りはまずこのドイツの包丁で、本来回しながら乱切りするんですが、次に和包丁で、やっぱり入りが硬いですね。野菜はこう入りが切れることは切れるけども分厚いのでスッと入っていかないですね。先ほど刻んだ野菜と先ほど刻んだ牛肉を柔らかくなるまで煮込んでるんですが、これでビーフシチューを今から作りたいと思います。牛肉が柔らかくなりましたら、野菜と一緒にこのオリーブ油とあとバターで炒めたいと思います。ニンニクもすりおろして入れたいと思います。柔らかくなった肉を混ぜた状態です。これを炒めていきますが、こちらの肉を茹でたこの肉汁というかこの汁は最後にだしとして使います。今回こういう市販のルーを使いますが、一工夫すればかなり味は違ってきます。野菜がしなっとなってきたら最後にこのバターを入れます。バターの量はだいたいもう適当で、だいたいこのぐらいのかけらでいいかなと思います。バターを入れた後はもう強火はやめて中火にします。バターが焦げると美味しくないので、かなり炒まったので次にだしを入れます。これでまた
しばらく煮込みます。ニンニクの香りとバターの香りがいい感じ出してます。これで人参が柔らかくなったらルーを入れていきます。まだちょっと人参が硬いです。ほぼ煮えた状態です。そろそろルーを入れたいと思います。まずこれで5皿分ですね。ゆっくり溶かしていきます。これで一応完成ですが、濃厚な味になってると思うんですが、もしまだ味がもうわからない場合は、こういううちではだしだっていう牛だしの素を使ってます。これで撮影終わります。ご視聴ありがとうございました。